椿だぜ。地下なのよ。何度ストーカーの続きと見せかけて、一回単発を挟んでいくわよ。ちょっとした箸休めだな。はい。ということで今回は、ファミコンのチャレンジャーをご用意いたしました。ほう、チャレンジャーですか。大したものですね。このゲームは知っているかしら？はは、私が何百回マリア姫を助け出したと思ってるんだ。正直な話、ピーチより多く助けている自信があるぞ。え？そんなに？多少腕が落ちているとは思うが、15分もあれば標準難易度でのクリアは容易だぞ。マリオの時は何落ちまくったでしょ。しかしだね、グーニーズの時は久々でも楽々とクリアしているのも事実なのだ。昔取った絹塚、賞味期限は大丈夫かしら？つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。まずは今回のタイトル、チャレンジャーについて少しお勉強。本作は1985年の秋にリリースされたアクションゲーム。うわぁ、来年には40周年じゃないか。いつもならファミ通のレビューも合わせてご紹介するのだけど、この時代にはまだファミ通が存在していないのよ。ファミ通ことファミコン通信の創刊は86年の6月だな。本作はハドソンから発売されたアクションゲームなのだけど、実は前年に MSX で発売された暴走特急 SOS のアレンジ作なの。それは知らなかったぞ。大幅なアレンジのせいでステージ1に面影を残す程度の別ゲーになっているが、椿さんはこのゲームには強い思い入れがあるのよね。何を隠そう、ファミコン本体と一緒に買ってもらったのがこのソフトなんだ。任天堂のピンボールも一緒に買ってもらったが、そっちは親父の意向だからな。このタイミングでファミコンを買ってもらいながら、マリオじゃないなんて。そうなんだよ。1ヶ月前にスーパーマリオが出ているんだ。それでもこっちに行っちゃうんだ。どうかしてるよな。後にセガ信者になる素質は垣間見えるわね。ここでマーク3を選ぶほど当時はまだかぶいていなかったんだ。セガ信者を歌舞伎者みたいに言うなし。言い訳させてもらうとね、当時のジャリキッズの聖書はコロコロコミックなんよ。ボンボンとの派閥争いについては今回は触れないけど、私はコロコロ派だったんだ。ドラえもんで育っていたんだ。まあボンボン派ならここでチャレンジャーのチョイスはないわね。そうだと思う。任天堂が広報として力を入れていたのはボンボンの方だ。コロコロの方はハドソンとがっつり組んでいたイメージが強いな。結論を言えばコロコロに踊らされていたのね。間違いございません。当時はね、今みたいにネットなんてないのよ。テレビで言ってることや雑誌に書いてることが世界の全てなの。ゲームの情報は主に雑誌から取り入れていたんだ。そんな時代、テレビでファミコンの話題が出るとすごく嬉しかった。ゲームの情報番組なんてものも放送されていたわね。そんな中、ひときわ輝いていたのが高橋名人なんよ。ゲームの名人なんだぞ。プロゲーマーだ。すごすぎんだろ。あの人はハドソンの広報なのよ。番組スポンサーとか会社の広報とか、そんなの当時のキッズが思い至るわけないだろ。当時のキッズにとっては高橋名人は神のような存在だったんだ。その神がおすすめするハドソンのゲームもまた仁義なんよ。だからその神様、普通の会社員だから。いや、ほんと恐ろしいね。これが宗教の力だ。広報の力なのよ。とはいえ、当時最新の神器を私は手に入れたんだ。これはもう学校でも話題沸騰。松組のあいつ、チャレンジャー持ってるんだぜ。となれば私の人気も急上昇。松組。田舎の学校なめるな。2クラスしかないんだ。松組と竹組しかなかったんだよ。梅組は伝説だ。それでチャレンジャーパワーで人気者になれたのかしら？いや、鳴かず飛ばずだよ。知ってるだろ。はい。ご存知の通り同時期に発売されたスーパーマリオは全世界で爆発的に爆竹されていたのよね。マリオの発売以降、アクションゲームの手本としてゲーム業界全体に多大な影響を与えたのよ。こいつのせいだ。こいつのせいでチャレンジャーはジャンプボタンが普通の逆とか言われるんだ。普通っていうな。マリオとは逆なんだ。どっちが正解って話でもないんだ。残念ながらワールドスタンダード。おろろん。マリオが憎い。でも、買ったんでしょ？はい。翌年の誕生日に買ってもらいました。速攻で屈しててはロッシュ。でもね、マリオはみんな持ってるんだよ。貸し借りのトレードには使えないソフトなんよ。ゲームの貸し借りも物々交換。ゲームの価値は面白さと直結するんだ。クソゲーじゃクソゲーしか借りられない原理主義の世界だ。貴重な誕生日やクリスマス、お正月にクソゲー掴んでしまうと死活問題だからな。クソゲーに対する嗅覚が磨かれていくのね。それでもクソゲーを掴んでしまうこともある。しかし情報の乏しい時代なんだ。クソゲーで名作を借りるためには壮大かつ圧倒的なプレゼン能力が問われる世界でもある。詐欺やないか。レビデタイを釣るにはコツがいるんだよ。綺麗事だけじゃこの時代は生き残れないんだ。はい。ということでゲームを始めていくわよ。もう十分に尺は稼げた？はい。この人本当にノーミスで10分くらいでクリアしちゃうのでここで5分稼ぐ羽目になったのよ。
すまんな。体が覚えてるんだわ。つばちか。それではゲーム開始なのよ。リアルタイムアクションアドベンチャー。難易度は標準レベルで始めてちょうだい。ここで左右を押すと難易度が変化するんだ。最低難易度にすると逆に難しくなるから注意だぞ。そうなの？わ、なんでジャンプと攻撃が逆なんだよ。クソゲーかよ。この手のひら返し。まあお約束だよ。一回落ちておいてもよかったが今回はノーミス目指していますね。進行方向は右になります。ご存知な方も多いとは思うが、ちょっとここに用事があるんだよ。隠しキャラ&無敵の裏技ね。この時代のゲームにはこういう隠しギミックがとても多いんだ。踏切の音に合わせてナイフを撫でるのよね。チンチンピュッ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 。これでステージ1の間は無敵になるマットオクジラをゲットだぜ。チンチンピューは当時高橋名人がテレビで発言していた内容になるわ。心の汚れてしまった大人には卑猥に聞こえてしまうらしいな。何のことだかさっぱりわからないわね。そうだね。はい、攻撃とジャンプが逆とはいえ、無敵状態ならナイフは不要。ジャンプにだけ意識を集中していれば間違う心配はないのだぜ。少し時間もあるので、最低難易度でかえって難しくなるって部分の話をしてちょうだい。このゲームの難易度設定ってのは基本的には敵の数なんよ。標準から一つ上げるだけでも車みたいな敵が追加されるんだ。難易度を下げると単純に敵が減るのね。最低まで下げると基本的には雑魚が出なくなるんだ。でも最強エネミーのタマちゃんだけは残る仕様なんよ。火の玉みたいな敵ね。タマちゃんは基本無敵でな。倒すにはパワーアップアイテムがいるんだが、雑魚がいないことにはパワーアップアイテムが出ないんだ。対抗手段を失うのね。クジラ4匹でもいいんだが、必要な場面に必ずいるとも言えないからな。ウォーゲーム兼必殺50連だ。ボスにナイフを12発打ち込めば4面にワープできるのだぜ。その裏技、嘘のようで実は本当なのよ。あんなんファミコンロッキーのネタだろ。はい、使用上12発は絶対に打ち込めないわ。でも裏技として仕込まれているのは事実なの。使用上不可能な使用の裏技なのよ。ハドソンからのリックネタだったのか。あれ、クジラがいない。一旦ちょっとスクロールするあるよ。こげ。パワーソード。パワーアップアイテムね。一定時間あらゆる敵を倒すことができるのだ。はい、シーンさん。基本的にはさっきの広いマップ2面とこの噴死マップの3面を交互に繰り返す感じだ。最終ステージに到達するまでに3つの宝を集める必要があるんだ。3つの宝は王冠、指輪、鍵ね。サイズ規模100画面分ってだだっ広い2面にはたくさんの3面への入り口があるんだ。最短なら3回で物が揃うぞ。ただ配置っていうか何が出るかは完全にランダムなんだ。運が悪いと全部回っても揃わないってことも稀に起こるぞ。その場合はどうするの？どうもできんよ。罪だ。すまんかい。おおらかな地雷だろう。完全に進行不能バグじゃないの。なんとクリアできなくなってしまうぞ。裏技っぽく言ってもダメよ。基本的なゲームフローとしてはとても広い2面を探索しながら宝を集めてマップの奥の方にある4面に向かうって流れだ。一度3面を経由することで残り時間が再チャージされる仕組みだ。時間切れがあるのね。パワーソード。ミスショットせずに雑魚を4体倒すとパワーアップアイテムが出るんだ。これらは画面内にあれば体力を回復してくれるぞ。ナイフで突くことで効果を得られるのね。取ろうと思って突っ込むと転がされるぞ。厄介なタマちゃんをパワーソードで撃破。岩場を抜けていくのだぜ。舗装されたエリアに来たわね。ポイントはナイフを外さないこと。パワージュール。これはボム的な効果があって画面内の敵を殲滅できるんだ。説明書には画面上と書いてるが少し範囲が広くてな。ここの門番も倒せていたみたいね。ラッキーだったぜ。おっと、この感じ。噴水の高さと速度が近い場合は攻略がとても楽だ。お宝も指輪のようね。これはとても好調だぞ。宝を手に入れればミスした際のリスタート地点が更新されるんだ。最悪、帰りにミスってもフラグはゲットって流れになるぞ。よし。サクッとクリアしたわね。80秒以上残してクリアすると10万点のボーナスなのだ。つばちか。つばちか。あとは鍵を見つけることができればラストに迎えるんだが、まだまだ全然序盤だからな。次で鍵が出たとしても、一息に4面まで行ける時間はないだろう。息継ぎが必要なのね。クリアのコツとしては常に3体倒した状態ってのを維持したい。
必要に応じてパワーアップアイテムを出すための下準備ね。パワーソードが出てくれるのが望ましいが、パワージュエルのこともあるからな。狭い場所のタマちゃんを倒すためには少し釣ってくる必要も出てくるんだ。ザコを釣って岩場に移動するのね。タマちゃん釣ってもいいんだが、あんまりスクロールすると復活するからな。 Power Jewel. いたたた。文字通り転がされる。くらえ。達人ボ Power ム。 Sword. 急げ急げ。移動速度もアップ。このパワーソード状態を永続化する裏技もあった気がする。バグ技の類？いや、メーカー側の仕組みだ。特定の順番で指定された敵を倒すことで成立するんだ。永続といっても、パワーソードを取ると上書きされてしまうし、洞窟に入れば出た時には消えてるけどな。狙える場所は限られてるのね。敵の種類が多い場所なら偶然発動することもあるな。ザコはどこだ？パワーソードでお願いしたい。Power Jewel. 残念。ここの右下に洞窟あるんよ。届いてるといいんだが。届いてたみたいね。Power Sword. パワーソードからパワーソードが出たわよ。クジラやアイテムも1カウント進むんだ。鍵だわ。 3箇所目で全部揃うとは都合がいいな。理想的なムーブね。タマちゃんが跳ねる数を数えるんだ。大きく跳ねるタイミングは一定なので。このタマちゃんは20カウントタマちゃんなので、1回跳ねるとしばらくは安全だ。個体差があるのね。速いやつだと4カウントだ。5回目で大きく跳ねる。噴水の高さが近ければ特に問題はないんだが、速さが違ってるとタイミングが合うまで結構待たされるぞ。これで宝は全て揃ったわね。距離を考えればあと2回は洞窟を経由するかな。1回はちょっとしんどいと思う。99秒では到達できないのね。ミスるとここからのやり直しだからな。無理はせずに息継ぎをしておきたい。なるべくタマちゃんは避ける。挟まれた。骨骨ロック復活しとるやんか。大きく回って回避していくぞ。最低難易度だとさっきの骨はいないんだが、フィールド上のタマちゃんは残ってるからな。強引に突破。とにかくタマちゃんを振り切らないと安心できない。無敵だもんね。あんなん時間切れで出てくるレベルの処刑人だぞ。標準タイプの雑魚としてうろついてちゃダメだよ。 Power Jewel. はあ、生き返るぜ。謎のヒーリング効果。開発もあいつが凶悪なことは理解しているって感じではあるな。よし、先を急ぐぞ。ちんたら回復を待っていても時間切れのリスクがあるのね。ここは一気に西まで砂漠を突っ切るんだ。ああ、この感じ、もう一つ北の洞窟まで行ってもよかったかな。Power 時間に Sword. は結構余裕があるわね。この先に洞窟があるんだが、次までそんなに遠くはないんだ。マーコロバの先のなんとやら、ここで息継ぎをしておくのだぜ。ちなみに本作の RTA 記録は4分28秒ってのがあるわね。私なんて全然大したことがなかったな。お宝は鍵ね。もう全部揃っているので何でもいいのだぜ。ただ入手しないとリスタート設定が更新されないからな。無事にゲットしたわね。タイムアタックならお宝ゲットしたら身投げするのかな。なるほど。帰る船が省けるのね。見てないから何とも言えないけど、フラグだけ立てるならそれが早いかなと思った。無事生還。80秒ジャスト、10万点。ちなみにスコアによるエクステンドは5万点オンリー。オンに設定なんだよな。1アップアイテムとかも特にはないゲームだ。次の洞窟に向かってレッツゴーなのよ。ここから北東の岩場を抜けていくんだ。Power Jewel. Power Jewel. いい感じにキルスコア3で北上したい。雑魚が多いとむしろ安心するわね。だろ？タマちゃん来たわよ。 Power Sword. いててて。パワーソードゲット。トンズラ。あだだ。討伐失敗。今一度。アインス。ツバイ。ドライ。リア。 Power Sword. ドイツ語で数えても4は4よ。外した。パワソ。パワソ。抜けたわね。次の洞窟を最終キャンプ地とする。雑魚がいないわよ。大丈夫だ。任せておけって。はい。あいつ倒さなくてもいいのね。一般の洞窟なら楽なもんだ。ピラミッドタイプだと奥まったところに入り口があるのでちょっと難しくなるぞ。噴水が段差になっていて4カウントタマちゃんがいるわよ。一番厄介なパターンだ。ここだ。グッド。タマちゃんが跳ねた後で生きるかどうかを判断するんだ。噴水の高さを注視しているとタマちゃんに巻き込まれるぞ。お宝はゲットしたわね。これで最悪ミスってもここからの仕切り直し。最終ステージは近いぞ。よくマップ内容を覚えていたわね。コロコロの付録ででっかいマップがついていたんだ。私の宝物でな。部屋の壁に貼ってたんだ。なんで壁に貼るのよ。使う時に困るでしょ。ほら、なんかアニメの主人公の部屋とか壁に日本地図とか貼ってない？
あれにちょっと憧れてたのよね。ああね。なんか体力ゼロになってるけど大丈夫？いやいやいや、大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。くっそ、ヘラに接触していたのか。門番の骨、触れると即死する強敵。HP0 で転がり込んだ形になったようだな。たまちゃんがいない間に雑魚を倒して回復なのよ。後に引きだ。慎重に狙うのよ。外した。1、2、3、4。Power Jewel. はあ、生き返るわ。危機一髪である。今日の私は持ってる。よし、体力も充実。一気に駆け抜けるぞ。こいつは渡りに船。あり地獄かしら。穴に近づきすぎると脱出不能で身投げするしかなくなる罠だ。 Power Sword. いいね。パワーリレーだ。繋いでいきたい、この思い。ほら、光になれ。もろた。ちょい、絶妙なところで切れるなや。ここは気合で突破するぞ。多少のダメージは必要経費。1、2、Power Sword. あれ？まあいいや。勝った。チャレンジャー感。まだ最終ステージが残ってるわよ。ここは正直気が抜けるくらいに簡単だ。動くような足場はないし、鳥もぶっちゃけ無害なんだ。動く足場に比べれば確かにイージーね。鳥は倒すと上からリコックするのでスルーだ。1体目の鳥は端まで来れないんだ。なるほど。ボスが折り返したら飛び乗って連打。5位体はジャンプで飛び越えると点が入るぞ。あばよドンタコス。ドンワルドラドなのよ。コングラチュレーションズ。ほんとにサクッとクリアしやがったわね。ちょっと尺が足りないじゃないの。アフタートークでなんとかしましょうね。つばちか。つばちか。はい、エンドロールがありませんのでここでレビューをお願い。時代を考えれば良作だとは思うよ。当時のハドソンは正直一流メーカーだと思う。ただマリオが偉大すぎたってのもあってどうしても影に隠れちゃう存在ではあるな。時代的にはスターフォースにロードランナーとヒットを飛ばし、高橋名人のブレイクもあって不動の地位を築いていた頃ね。本当にすごかったんよ。あの時代の頃には高橋名人を取り扱う漫画が2本同時に連載してたんだ。ゲームとは関係ない靴の CM にまで名人が起用されていたんだぞ。子供用の靴でしょ。そうそう、体力つけないとゲームも上手くなんねえぞ的なこと言ってた。彼によってゲームが下手になる現象と符合するわね。そこにはあんまり触れないで。はい、ゲームの話に戻るけど、問題点に関してはプレイ中にも触れているな。難易度を下げすぎると相対的に難しくなる点と、キーアイテムの出現がランダムな点ね。あとは当時の時勢的にハイスコアを競うって部分があるんだが、655万3500点を超えるとオーバーフローしてしまうんだ。16進数の4桁 FFF である6万5535に無理やりゼロを2個足しているのね。10万点ボーナスがホイホイ取れる上にループする内容だからな。さすがに上限が低すぎると言われている部分だ。あとはまあ攻撃とジャンプが逆になっている部分だな。マリオより後に出たとはいえ1ヶ月の差ならどうしようもないわね。当時はゲーム内容の薄さを高難易度で補うゲームも多かったが、本作は程よい難易度に落ち着いているってのは評価できるポイントだ。クリアできるってのはなんだかんだで嬉しいものだ。はい、本作を一言で言い表すと、そうだな、本作は焦げ。お前それでうまいこと言ったつもりか。うわ、反応がドライ。言うほど焦げしとらんやろがい。調査捕鯨。もうええわ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。欲しい芋は Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。はい、連続企画の合間の箸休めどうだったかしら。分かってはいたがランドストーカーの動画右肩下がりだな。1000回回らないとやっぱり厳しいわね。とはいえここまでやったらやりきらないとな。次回ランドストーカーの続き巻いていくわよ。撮影時間は伸びる流れ。